やっぱ漫画家さんたちね、コミックスタジオ使ってれば使ってるほどというか、長い人ほど、コミックスタジオになかなか乗り換えなかったもんね。さっきバケツールはすごい早く出しました。ああ、そうそう、バケツールの全部ね、やっぱショートカット、今、起動デバイス、G13 っていうやつをね、ロジクール。ロジクール、そうそう、G13 に、配置割り当てて使ってるんだけど、やっぱこれのおかげで作業をはかどるよね。割り当てちゃえばもう本当に指一つでさ、全然ツールが切り替えられるし、それこそこうやってボタン一つでね、トーン貼れちゃうわけだから。それ以外は全然いじってない。例えば、あるじゃん。なんていうの？そう、なんか、最初に入るところと、終わるところ。サイズつけたりとか、あとはなんかこう、筆圧をさ、ちょっと曲線いじったりとか、っていうことは、俺に関してはもう全くしてないんで、デフォルトの設定でいいっていうか、デフォルトの設定でもこれぐらいの線画なら、デフォルトの設定で週刊連載やってる人がいたんだから、大丈夫です。でも確かにそのドキドキスタジオに来てもらった時も、全然自然になんかドキドキスタジオの設定は使ってくれましたし、やっぱあれデフォルトだったと思うけど、有利はありますね。そうどこでもさ、なんか慣れるのと慣れないののいいとこ悪いところみたいな話だと思うんだけど、慣れると、例えば新しいツールに、を使って慣れるじゃん。それ使ってるとだんだんね、慣れると作業がやっぱりスムーズになって速くなっていくよね。そうですね。それがいいところなんだけど、今度ね、慣れれば慣れるほどね、新しいツールに対応できなくなっていくんだよね。頑張って慣れたのに次の乗り換えができない。そうだからピックスタジオって今ソフト使ってるし、これが割とメジャーなね、漫画家さんいっぱい使ってるソフトになるんだけど、そうですね。これが出る前ってさ、コミックスタジオだったじゃん。コミックスタジオっていうソフトをデジタルで書いてる漫画家さんは結構使ってたんだけど、やっぱ漫画家さんたちね、コミックスタジオ使ってれば使ってるほどというか、長い人ほどコミックスタジオになかなか乗り換えなかったもんね。本当なんだ。でも、微妙なところでなんかいろんなボタンが違うところにあるし。そう基本的には同じようなソフトなんだけど、結構やっぱり細部でね、ちょっと違う。ここはクリップスコミックスタジオの時これでできたのに、スタジオだと新しいのだとできないじゃないか、使いにくいって言って、そうね。対応がやっぱりこう遅くなっちゃうっていうのが、慣れりゃ慣れるほど悪いとこかなというふうに思うから、なるべくそれこそあんまりカスタマイズせずにデフォルトに慣れておくと、割と次のソフトとか新しいものに対応しやすくはなっていくかな。なんとなく川上さんが結構クリップスタジオに詳しいように聞こえるんですけど、やっぱクリップスタジオが好きだからじゃなくて絵描きに集中したい。そうだね。それは優先ですよね。特別詳しいわけでもないかもしれないけど、使ってりゃそりゃやっぱり詳しくはなっていくんじゃないなるほど、仕事だから。仕事でも趣味でもね。なんとなく私コミックスタジオも使ってたし、そのクリップスタジオになった時にペンの硬さ、前はなんか数字0から100だったのに、クリップスタジオになってなんか四角い形がなんか1個か5個だったら硬い、そういうところが慣れなかった。あれ前はこれが 70% にしたのに、今は何の設定にすれば同じようになるのか。なるほどね。3分の1なのか2分の1なのか。
カスタマイズしちゃえばしちゃうほどね、難しいよね、その次が。なんでまあ、それこそ、この今 G13 って使ってるやつも、全然キー配置は、普通のパソコンのキーボードとは全然違うんだけど、あ普通のキーボード、要は標準のパソコンのキーボードの配置をなるべく踏襲した配置にしてます。だからシフトキー、シフトコントロール A、Z、S、X とか D とか、ある程度ここに対応させてる。なんとなく、なんか、川上さんと他の漫画家は多分そういうところは違う気がする。なんかせっかく、まあ、全然話してないからわからないですけど、なんとなく、こういう左手デバイス、せっかく買うんだったら、なんか具体的な超便利な位置にする人が多い気がするんだけど、ね、せっかく買ったんだよね。キーボードとほとんど同じ位置にするんだ。キーボードでいいんじゃないか。キーボードでいいんじゃないそれ言われたらそうだな。まあでもこんなちっちゃいキーボードなかなかないんでね。そうね。まあ、一番問題が、そのキーボードがタブレットの下に置けないなら、ああ、そうだね。なんか超遠い場所に置かないといけないです。なんかこう、キーボード、ディスプレイのこの上のところにかけてる人もいるけどね。なんかそれ見たことあるけど、なんか背中痛くない？いや、わかんない。なんかそうやって左手が前に置いて書いたら、なんかもうなんとなく首が痛くなりそう。それはそれで、まあ、なんとか改善しはあるのかもしれないけど、まあでも、結局ね、それも慣れだからさ、そうね。そっちの方がいいと思って使ってる人たちは、それで慣れても、それが使いやすいんだと思うんだよね。でもその慣れすぎないで、慣れすぎないおかげで、その iPad とかああいう文化に乗り換えて、やっぱなんか世界がもっとやりやすくなりますよね。スターバックスで漫画のネームを書いたりする。そうだからこれに慣れたからもうこれ以外は使いにくいって思っちゃうよりはいろんなもの使える方が絶対得ではあるからね。少し軽くどういうようなコンテンツをやってるか、はい、紹介していただけますか。漫画家チャンネルという YouTube チャンネルをプロの漫画家である僕が、いろいろ漫画にまつわるようなことをいろいろと、やってみたり語ってみたりする動画をね、いろいろ上げてるチャンネルがあるんで、よかったらそちらもね、ぜひ覗いてみてください。あとはドキドキチャンネルも登録お願いします。じゃあ川上さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。バイバイ。はい。